皆さん、こんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回はカメラ紹介の動画、ペンタックスのフィルム一眼レフカメラ、ペンタックススーパー A について紹介します。このスーパー A というカメラは1983年に登場したペンタックスのカメラです。特徴としては、ペンタックスのフィルム一眼レフカメラで初めてプログラム AE という露出、写真の明るさですね、を自動で決めてくれる機能というのをペンタックスで初めて搭載した機種になります。このペンタックススーパー A なんですけど、見た目で言うと伝統的なフィルムの一眼レフカメラのクラシックなスタイルと、例えば上から見た時にボタンとか液晶がついてるというエレクトロニクス的なデザインの本当に過渡期にあるカメラで、その辺が80年代風のデザインでたまらないんですよね。それからカメラの右手側にグリップがついていたりとか、デザインが折衷的であることが魅力というカメラだと思います。では、ちょっと作例を見ていきたいと思うんですけど、この作例はレンズが SMC ペンタックス 55mmF1.8 という少し時代がずれているこのカメラの発売よりも8年ぐらい前に発売したもので撮りました。当時安い方の標準レンズとして発売したものなんですけれども、中身はスーパータクマの 55mm と同じなんですけど、安いと侮るなかれ、このレンズはすごく写りが良いです。スペックとしても欲張っていないのはもちろんなんですけど、背景のボケとかが本当に綺麗なんですよね。オールドレンズっていうものに興味を持つと、どうしても珍しいレンズばっかりに目がいってしまいがちっていうのはあると思うんですけど、スーパータクマとか、この SMC ペンタックス 55mm、とろけるようなボケっていうのが味わえて、オールドレンズこれだけでもいいんじゃないみたいな、とっても美しい写真が撮れます。さて、このペンタックススーパー A っていうカメラ、さっき話した通り、80年代的な角張った車っていうのが80年代に流行りましたけど、そういう80年代レトロ、80年代ノスタルジード直球なデザインっていう感じですよね。最近80年代っぽいデザインとかって流行ってますけど、そういうファッションとかをしてる時に本当に似合うフィルムカメラなんじゃないかなと思います。機能的なところで言うと、最初に話した通り、プログラム AE というのを搭載してます。ただ、プログラム AE を使うためには、このカメラと同年代のペンタックス A レンズ、それからもっと新しい F レンズとか FA レンズというオートフォーカスのレンズをつけないと使えないです。今、このカメラについているレンズは、プログラム AE には対応してないものなので、絞り優先 AE というレンズの絞りを手動で設定して、シャッタースピードが自動で決まるっていうので使うことになります。ペンタックスのマニュアルフォーカスのレンズで A レンズっていうプログラム対応のものは実はそこまで数が出てないみたいなんですね。よく見かけるのは絞り優先 AE だけに対応した M レンズとか K レンズっていうものなんですけど、そういった少し古めのレンズをつけても絞り優先 AE で全然快適に使えますので、このスーパー A というカメラは絞り優先のカメラとして使う場合でも全然実用的です。これから実用として使う場合、ちょっと経年劣化で動作が不安定になっているものとかもあるので、例えばジャンクとかでモルトっていう車庫用のスポンジが劣化してるような整備されてこなかったものを買ったりする場合は、壊れたらしょうがないなぐらいな感じで買うことになると思うんですけれども、もちろん整備業者の方に修理依頼したら全然治るので、アマチュアの方で分解した写真をネットにアップしてる方がおられるんですけど、その写真を見る限り、内部にあるゴム系とかの加水分解してしまう部品とかを交換して整備したら全然使えるので、
本当にこのカメラに見せられた、本当に魅力を感じるっていう人は、ちゃんと整備して使うのもいいと思います。あとは、ボディの上の方に液晶があるんですけど、この時代の液晶って、よくあるんですけど、液漏れしてしまったりしてることもあるので、それは、購入するときに気をつけた方がいいと思いますね。というわけで、取り留めなくペンタックススーパー A という一眼レフカメラについて語ってきましたけど、80年代風のデザインが大好きみたいな方にはかなり魅力的な機種だと思うので、良いと思います。最後にもう一ついいことありました。ペンタックスの LX っていう最上級の機種があったんですけど、このスーパー A っていうカメラの張り革の脂肪のデザインが LX と一緒で、遠目に見て LX っぽさがあるんですよ。その辺の、外装とかプラスチックなんですけど、LX に通じるデザインっていうのもペンタックス好きな方にとっては魅力なんじゃないかなと思います。というわけでカメラの紹介の動画でした。オブスクラの YouTube チャンネルでは他にもカメラの動画投稿していきますので、ぜひよろしくお願いします。